これはデスクワーカーに知ってほしい。こんにちは、トバログです。今回はですね、デスクワーカーにぜひ知ってほしいアイテム、こちらパナソニックのコリコランワイド 3D について紹介していこうと思います。これこんなに軽くて薄いんですけど、実は肩に羽織るだけで肩こり治療ができるっていうデバイスなんですね。実際パナソニックさんに提供いただいて使ってるんですが、キーボードとかオフィスチェア、PC スタンドとかね、そういうデスク環境にこだわってる人にぜひ知ってほしいアイテムなので、今回実際に使った感想だったり、あと開発者さんにね、こうやってインタビューする機会もあったので、その辺を含めて動画で紹介していこうと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけでこちらがコリコランワイド 3D です。これこんなに薄くて軽量なのにしっかりと肩こりを治療してくれるデバイスっていうところでめちゃくちゃ楽しみですね。コリコランはね、パナソニックが発売している医療機器認証を取得した家庭用高周波治療器です。9MHz っていう、1秒間にね900万回のパルスを照射することで血行を促進することで肩こりを改善していくっていうデバイスですね。こういう系のデバイスだと低周波治療器っていうのが一般的なんですけど、高周波治療器何が違うのかっていうと、低周波がね比較的筋肉の表面部分に近いところに作用をして、筋肉をポンプみたいにね動かすことで血行を促進するんですが、高周波治療器はより深いところにある血管を広げて血行を促進するっていうのが特徴です。どっちがいいっていうよりかは、それぞれねアプローチ方法だったり作用する場所が違うっていうイメージですかね。で、結構これすごいらしいんですが、パナソニックは業界で唯一医療機器認証を取得した高周波治療器を一般向けに出しているっていう感じらしいですね。トバログはね、結構もう10年ぐらい肩こりにはめっちゃ悩んでいて、大学まで器械体操やってたので、そこからいきなりデスクワークになるとすごくね、今まで動かしてた筋肉が急に動かなくなるんで、すごく肩こり気になってたんですよね。なのでこうしてデスク環境にはねかなりこだわりを持っているんですけども、コリコランはね結構いろんなところで名前を聞くのでめちゃくちゃ気になってたんですよね。今回こうやってレビューっていう形で使わせてもらえて嬉しいです。で、ちょっとどういうアイテムかっていうのを見ていくと、これ自体がアタッチメントとなっていて、よいしょよいしょ、こんな感じで取り出すと、はい、本体はこういう形ですね。これ USB-C で充電ができるんですけど、これをポチッと押すと電源がこれで入って、これの裏の丸いこのデバイスから高周波が発生されるというわけですね。で、高周波治療器のもう一つの特徴としては、本当にね全く刺激がないんですよね。今しっかりとこれ動作している状態なんですけども、全くねこの刺激とかも感じず、動く感じもなく、この本当にね何が動いてるのか分かんないみたいな感じなんですよ。なんですけど、こういうセットで付属している高周波がちゃんと出ているのかのチェックマシンを当ててみると、しっかりとね動いていることが分かるっていう、こういう系のデバイス好きでいろいろ試してるんですけど、やっぱ肩こりがすごい気になる時って作業中なんですよ。作業中になんかみたいな感じでちょっと集中力が途切れるとかが多いから、こういう刺激みたいなのとかで集中力が途切れることもなく、そういう感じの作業中にも装着していられるっていうのがすごく特徴的なデバイスだと思います。これまでもねコリコランシリーズいくつか展開されてきたんですけども、このコリコランワイド 3D の一番の特徴としては、20個のねこの高周波デバイスが備わっているっていうところです。こうやってね肩をぐいっと包み込むようにして、肩甲骨周りとか首の付け根、肩の前部分とか結構ね広い範囲をカバーしてくれるようになりました。従来のコリコランワイドと比べても約 1.6 倍の照射範囲を実現しているらしい。で、特徴2つ目としてはやっぱり軽さですかね。ここまで広い範囲をカバーしているのに、本体重さなんと 45g で、アタッチメントに重りがあるので、合計すると約 139g ってところなんですが、なので自宅で使うのはもちろんなんですが、外出先とか移動中、あと会社のオフィスとかでもね、そういうあらゆるシーンで使えるっていうのが一つ特徴かなと思います。基本的にはずっとつけっぱなしでいいみたいなんですが、サウナとか例えばジムに
に行く時とかそういうシーンでも気軽にこうカバンに放り投げておけるのがいい感じです。であと細かいところで言うとやっぱりバッテリーが内蔵されていて使用中はねケーブルを接続する必要もなく結構バッテリー持ちもかなり良いので、一日中つけていても充電が必要ないというところも嬉しいです。カラーに関してはねこの中に入ってる本体部分は同じなんですけどもこのアタッチメントの色の違いでブラックとグレージュが手元にあります。いやグレーあるのいいな。結構こういう感じのねスウェットをよく着るので、こういうのと合わせて使うならグレー、スーツとかと合わせて使うならブラックっていう印象ですかね。で今回紹介しているのが肩周りのコリコランワイド 3D なんですけども、これ腰の形状に合わせて専用設計された高周波治療器コリコランワイド 3D 腰専用も展開されています。今回は僕は結構肩こりが気になるタイプの人間なので肩周りを中心に紹介していく形です。はい、というわけでこのコリコランワイド 3D 特徴に関してはいろいろ話してみたんですが、なんでこういう形になったのとか、なんで20個もこの高周波デバイス搭載しているのみたいな、その辺をね実際に開発者さんにインタビューできる機会があったのでちょっと聞いてみようと思います。はい、というわけで早速パナソニックさんのオフィスにやってきたのでちょっとね開発者の方にいろいろと聞いていこうと思います。はい、というわけでお願いします。はい、開発担当の岩崎です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではこちらの方どうぞ。はい、というわけで、早速なんですけど、はい、そもそもこのコリコランシリーズをなんで開発したのみたいなところちょっと聞いてみたいです。はい、ありがとうございます。スタートはですね、1985年なんで、41年前とかですね。ぐらいに当時のパナソニックの先輩たちが研究をスタートしたんですけども、高周波治療っていうのがもともとは欧州とかで、例えば手術した後の術後の早期回復とか治療とかで使われている技術だったんですね。この高周波の技術をなんとか生かしてこの肩こりとか腰こりにもっと日常的にアプローチできる商品が開発できないかっていうので、当時はパナコランっていう名前の商品だったんですけど、パナコラン第1号機っていうのが発売になったっていうのがスタートなんですね。パナソニックの凝らないそうですね、そうですね。当時としてはかなりヒットした商品になるんですけども、やっぱ時代とともにそれが商品が消えてしまって、でそれからしばらくして2017年に昨今のやっぱスマホであったりとか、デスクワークっていうのがかなり、肩こりとか腰こりにかなり苦しい時代になってきたというのもあって、パナソニックとしてもう一度この高周波治療器の技術を復活できないかっていうので、生まれたのがこのコリコランですね。なるほど、そういうことか。間だいぶ空いてるんですね。間空いてたからなんで急に掘り出したんだろうみたいなちょっと思ってて、そういうところから復活されていくんですね。そうなんですね。肩こりがだいぶ悩まれてる人が多くなってきたので、でそこから進化して23年にこのコリコランワイドというシリーズが出ました。でそこから次に進化したのがコリコランワイド 3D という商品になります。全然形違いますよね、当時のやつと。はい、こんな2個だったのが急に10倍になるみたいな、そんなことができるんです、そうなんですね。それがもう技術としてだいぶ進化した、この40年の歴史になるんですけども、すごい、一体どんな感じの構造になってるのかめちゃくちゃ気になります。これがいいですね。うわなかなか見ることない。そうですよね。おお、すごい。こんな感じになってます。こんなになってるんですね。前のコリコラの時は、先ほどここにコイル状の、高周波のデバイスがここに組み込まれてるんですけども、これは電池や基板デバイスっていうのはもうそれぞれ1個に対して1個しかないんですけども、この高周波のデバイスの部分だけこのフレキシブル基板に切り出して配置することで、この薄さと複数個配置するっていうのを実現をしています。ここに行くまでにいろんなブレイクスルーみたいな、そうですね、結構試行錯誤がありますよね、絶対。ありますね。複数個デバイスが配置することができる技術というのができたので、その時にどういう配置を検討したらいいかっていうので、当時コリコランしかなかったので、自分たちでこういうポケットがついてるような生地のアタッチメントみたいなのを使って、これだけじゃなくても縦に並んだりとか、肩の広い範囲にまんべんなく配置してみたりとか、いろんなパターンを評価で使ってもらって、実際に何日か
使った時の凝りの改善度みたいなのをモニター評価をしていくんですけども、人には、思い込みで体に作用がある、プラシーボ効果っていうのがあるので、そのプラシーボ効果っていうのを排除をしていかないと。実際これを渡して使ってもらってるんですけども、実は全然動いてなかったものと動いてるものとか2箇所しか動いてなくて残り周り全体動いてるものとか、その被験者の方には分からないようにした状態のブラインド評価っていうんですけども、もうトータルで言ったら1年間ぐらいずっとそういうモニターをしながら研究してきたっていう感じですね。結構いろんな工夫を重ねられてると思うんですけど、なんか一番大変だったポイントってどういうところになるんですか？本体をいかに薄く軽く、柔軟性で体にフィットする構造にするかっていうのはもうこれはすごい苦労。コリコランワイドなんですけども、この裏側のこの薄いこれ電池です。これパウチ型の電池っていうので、これリチウムイオン電池なんですけども、厚さ 0.4 ミリで、このワイドはこれ1枚なんですけども、実は 3D はこれを2枚だからパワーが出せる。そうですね。で個数が増えてカバー範囲も広がるという。そうですね。その軽さを追求するっていうところでいうと、多分すごいこだわりを感じるんですけど、つけてる感覚みたいなのはできるだけ排除したいっていうところから、つけてる感覚もそうなんですけども、このワイドシリーズ、コリコランワイドシリーズで一番大事にしてたのが、治療器を使うっていう意識ではなくて、その人の暮らしの一部にいかにしてなるかっていうところにずっとこだわって開発をしてきてるんですけども、日中で使ってもらおうと思ったら、職場とか外でこの服の上に乗せてじゃあ作業できるか暮らせるかっていうとなかなかそれは抵抗があると思うので、実際はこういう上着の服の中に装着してもらって過ごしてもらいたいっていうのがあったんですけども、例えばこれみたいな形で肩に乗せるようなハードタイプであったり、首にぶら下げるようなタイプであったりっていうのをいろんなパターンを検討したんですけども、最終的にはこういうアタッチメントにはなるんですけども、生地の中に入れてそれを全体羽織ることで重さも分散して前も苦しくなく、見た目も気にならないというのはこの羽織る仕様っていうのに行き着いたんですけども、実はまさかの私も毎日使ってまして、この薄さ軽さ柔軟さっていうところがもうここに詰め込まれているような感じですね。なるほどな。はい、というわけで、コリコランワイドシリーズの開発についていろいろと開発者の方にお話聞きました。めちゃくちゃ面白いですね。やっぱこういうなんかすっきりした雰囲気なんだけど、実はこういう苦労があったみたいな話を聞くのめちゃくちゃ好きなので、今回最高に楽しかったです。ありがとうございます。こちらもなかなかこういう話する機会がなかったのですごい楽しかったです。ありがとうございました。はい。はい、というわけでコリコランワイド 3D を日常で使っていこうと思います。まずはやっぱりね、デスクワークですね。このねコリコランワイド USB-C で気軽に充電できるのは結構ありがたいんですよね。やっぱりねガジェットは USB-C ですからね。普段はこんな感じで午前中からね結構重めの作業をすることが多いので、一番集中力を使うところですね。PC 作業だとねやっぱ肩周りってどうしてもガラ空きなんですよね。なのでこういうシーンでコリコランワイド 3D がこの肩装備にはまってくるという。はい、続いては家族と出かけるシーンなんですが、基本的には僕がずっと運転をしています。長時間運転してるとやっぱりね体がこう緊張していくんですけども、刺激のあるものだとやっぱ当然運転中は使えないので、コリコランワイド 3D はねこの無刺激っていうところが、運転しながらでも使えるから、そこがすごくいいなと思います。はい、続いてはリビングルームですね。普段実際は子供がいるのでそんなにこんなゆったりできることってあんまりないんですが、ちょっとねオフみたいな気持ちの時はこういう風に本を読んだりとか、本を読むのも結構下を見続けるので、そんなシーンでこのコリコランバッテリーはね基本12時間ぐらい持つんですが、1日中つけていると、それなりに減ってはいくので、こんな感じで夜寝る前に充電してまた朝の作業シーンに戻っていくっていう、こんな感じのルーティンで最近はね生きています。
はい、というわけでこのコリコランワイド 3D 実際にね1ヶ月ぐらい使ってみた感想を紹介していこうと思います。まずやっぱりね良かった点としてはこの作業中にもつけ続けられるっていうところですね。いろいろこういうね体をケアするデバイスって世の中たくさんあって僕もたくさんね試してはいるんですが、この作業中に集中力を途切らされずにね、ずっと使い続けられるデバイスって意外とそんなになくて、この辺具体的なところはちょっと薬機法も絡んでくるのでなかなか詳しく紹介できないんですが、実際にここはちょっとね試してみてほしいポイントですかね。でもう一つねいい点としてはやっぱ使うまでのハードルの低さというか、なんかシンプルなところですかね。本当に USB-C で充電をして朝こうカチッてね電源を入れるだけ、それでもうこうして羽織るだけみたいな、そのシンプルさがめちゃくちゃいいです。こういう系のデバイスだと割と粘着シートをねペタペタって体の表面部分にこう貼らないといけないとか、あとは例えば有線ケーブルが伸びていてずっとつなぎ続けなきゃいけないとか、あとスマホで設定とかそういうのが必要とか、その辺が絡んでくるとちょっとめんどくさいから今日はいっかみたいな感じになりがちなんですが、本当にこれ電源を押すだけで長時間バッテリーも持つから、その辺のもうシームレスさがめちゃくちゃいいです。これはねよく考えられてというか、なんかちゃんとユーザーを置き去りにせずにね作ってくれてる感があります。実際に開発者インタビューさせてもらった時も開発者の人もね実は今もつけててみたいな感じで取り出したし、めちゃくちゃ面白かったんですけど、そのぐらいねなんか自然にずっとつけていられる、そして違和感がないっていうところがポイントかなって感じですね。あとは細かい点で言うとすごく薄くて軽いから、なんかカバンの中に入れても持ち運べるし、ジャケットをね着る季節とかであればこういう風にこのジャケットを羽織って上からねもう目立たなくするっていうこともできるので、その辺の日常に馴染んでくれる感もすごくいいのかなと思います。はい。でもちろんね物にはいい点もあれば気になる点もあるというところで、気になる点紹介していくんですが、まず一つはやっぱ価格ですかね。今回ねちょっと提供いただいて使ってるんですが、今まで使ってこなかった理由はやっぱ価格的なハードルがどうしてもやっぱあった気がします。5万円かっていうね悩みと、本当にこれ効果実感できるのかなっていう、疑念みたいなのもあって今までトライしてこなかったんですけど、もうちょっと早めに知ってればなみたいなところは感じるので、最近はこういう家電とかをレンタルして使えるサービスもあるので、その辺をね活用しながらちょっと試してみるのも良さそうな気がします。で気になる点2つ目はやっぱこの着脱検知みたいなのはちょっと欲しいなっていう気がします。どうしてもやっぱねこれつけっぱなしでいいんですけど外したくなるタイミングもあるじゃないですか。ちょっと着替えるとか動画を撮るとかこういう時に外すんですけど、外した後に電源を切るのを忘れてそのまま半日とか放置してるとつけっぱなしだったっていうことが意外とあります。そういう時にね例えば外してから15分ぐらいして着用してなければ電源が切れるとか、そういうのがあるといろいろとね忘れがちな僕にとってはありがたいかなって感じですかね。はい、というわけで今回はコリコランワイド 3D について実際に使った感想だったり、あと開発者へのインタビューとかも撮ってみました。コリコランワイドに関しては肩とか腰のコリのケアをするデバイスではあるんですけど、どっちかっていうとデスクワークのねこういうマウスとかキーボードとかオフィスチェアとか、そういうデバイスにちょっと印象としては近いかなっていう気がするので、もし気になった人は是非ね概要欄の方にリンクも載せていくのでちょっとチェックしてもらえると嬉しいです。はい、という感じでこの動画終わりにしようと思います。ぜひ気に入っていただけた方チャンネル登録などコメントなどいいねボタンなどよろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。とばログでした。